皆さんごきげんよう、上川薫です。今回取り上げる話題は、ロシアの人事異動に見るロシアの国家方針についての解説を行います。今回人事異動が発表されたのはショイグ国防相。ロシア軍を代表する2人といえば、このショイグ氏ともう1人はゲラシモフ参謀総長です。どちらもウクライナ侵略のそのトップにいる2人であり、この人物が片割れであろうとも変わったということはそれなりの意味を持ちます。特に変わったのが軍事部門からの任命ではなく経済分野からの大臣就任とあって、明らかに今までの流れとは変わる部分があることを意識しなければなりません。しかしそれは決して戦争を早期に終わらせるといった内容ではなく、戦争継続のための人事異動だと見た方が良いでしょう。なぜそのようなことが考えられるか解説を行っていきます。そのためにはまず報道としてどのような内容が伝わっているか、そちらからご紹介します。ロシア新内閣、軍需経済を推進。制裁に対抗、対ウクライナ戦勝を狙う。ロシアのプーチン大統領の新任期入りに伴って発足する新内閣の陣容が固まった。国防省に起用されるベロウソフ第一副首相は経済戦略の専門家として知られる。ウクライナ侵略を続けるロシアは軍需経済を推し進めることで欧米主導の経済制裁に対抗し、軍事作戦で戦勝を得ようとする構えを鮮明にした。左がショイグ氏で、右が新たに国防相に就任するベロウソフ氏です。ペスコフロシア大統領報道官は、ベロウソフ氏の国防相起用について、国防関連の経済を国家経済に統合させることが狙いだと説明。国防省から国家安全保障会議書記に転じるショイグ氏が、軍需産業を監督するとも明らかにした。ウクライナ侵略で制裁下に置かれたロシアは、軍需生産を拡大し、景気の失速や失業率の悪化を防いできた。新内閣ではマントロフ副首相兼産業貿易相が第一副首相に昇格し、軍需生産を含む産業振興を指揮する。新内閣の陣容からは、軍事中心の経済をさらに強化する意図が透けて見える。ショイグ氏をめぐっては、4月下旬に側近のイワノフ国防次官が収賄容疑で捜査当局に拘束され、処遇に注目が集まった。しかし結果として、国防治安系省庁に君臨する国家安全保障会議書記にショイグ氏が昇格。昨年、ウクライナ軍の反攻作戦を撃退したほか、ロシア民間軍事会社ワグネルの武装反乱を鎮圧したことなどが、プーチン氏に評価されたとの観測が強い。ペスコフ氏によると、ウクライナ侵略でロシア軍総司令官を務めるゲラシモフ参謀総長の交代は予定されていない。兵員や武器不足が進むウクライナに対して、戦場で優位に立つロシアは、新内閣で軍需生産を増強し、さらに優勢を拡大する思惑だ。ショイグ国防相の交代人事なわけですが、これには、まずは国内向けの事情として2つの観点があります。まず第一は、無駄遣いをさせるようなことはもはや許せないという事情があります。腐敗大国として知られるロシアなわけですが、これまでは腐敗のその結果としては、ありとあらゆる組織の上層部においては、私腹を肥やすといったことがある意味特典として発生し、それに伴って政権を維持する理由となってきました。だからこそ、プーチン大統領としても、それらについては、自分に従属する人物たちがお金で買えるというのであれば、特に問題ないという考えだったでしょう。実際、ロシアにおける私腹を肥やしている人物たち、オリガルヒは、ロシアの国会経済にかなり深いところで根ざしており、今の体制が変わることを望んではいません。しかし、戦争になった時に軍内部において、そうした腐敗によって予算を食い潰す人たちがいる場合においては、いくらお金があっても足りないという状態になりますから、この状況を改善する必要が出てきました。特に戦争が長期化することによって、国家経済に占める軍事支出が非常に多い状態ですから、この状態そのものが継続されることは、改善していかなければ、侵略戦争を長期的に行うことも苦しくなってくるのは避けられません。だからこそここ最近ショイグ国防相の側近の人物が収賄容疑で捕まったといったことが実際に起こっていますし、ショイグ氏に代わって任命されたのが経済分野からの人材登用といったこともまたお金の面で今の軍に
メスを入れる必要があることを示しています。今回の人事はそもそも戦争を早くやめるためではなく、戦争が長くなったとしてもそれに耐えられる体制づくりといったものを目指したものでしょう。そして、このような戦争長期化といったことを前提とした人事には、プーチン大統領には勝算があります。その勝算というのは対民主主義国家だという点です。これまでのプーチン大統領と相対する陣営というのはいずれも独裁者の国ではありません。選挙によって議員が選ばれ、そして議会によって指導者が選ばれる国が多いですし、大統領選挙などは国民投票です。そしてこれらの体制といったものは必ずしも戦争向きの政治体系では今はありません。昔であればある程度情報といったものが多くの人々を一方向に向かせたものですが、現在においてはそうしたことも難しくなり、また愛国心を煽るといった行為も、その国自身が攻撃されない限りはそれほど湧き立つものではありません。だからこそアメリカのウクライナ支援は共和党の反対によって予算が止められましたし、 EU の支援もこれもまたハンガリーという国の反対によって長らく停滞しました。そして全体としての話としても、侵略戦争が長引けば長引くほど多くの国民が関心を失い、そしてウクライナ支援に多くの資金的援助をすることも国民からの理解が得られないといった問題を抱えています。逆に言えばこのような不安定さといったものを見た場合において、プーチン大統領としてはそれならばと自国が破綻しないようにコントロールしつつ、長期間継続的な侵略行為が行えるような体制づくりといったものを目指す方向へとより舵を切ったのでしょう。短期決戦ではなく、そもそもの長期的な戦争になって自分たちが民主主義国家よりも戦争に耐性のある国家体制であることを示そうとしているわけです。また、こうした長期的なという意味合いの話をしましたが、じゃあ短期で終わるとした人たちがどうなったかについてのお話も合わせて行いましょう。2022年2月、ロシア軍による全面的な侵攻が行われたわけですが、この時のプーチン大統領の決断を促したのは、今回ショイグ国防相が就任することとなる安全保障会議の書記のポストで、これらの人々の中からウクライナのゼレンスキー大統領は所詮芸人上がりで根性のないやつだから一発殴ればすぐにでもロシアの言うことを聞くだろう、もしくは政権は崩壊するだろうという評価を行っていました。そしてウクライナ軍自身もまた、かつてはクリミア半島にロシア軍が侵入した際にはあっという間に制圧されたような状態でしたから、同じように大軍を持ってウクライナに侵入すれば、それはもはや戦闘ではなく進駐のような形で、ロシア軍は首都だけではなくウクライナ全土を制圧することも可能だというようなものすごい楽観論といったものがプーチン大統領に分析結果として報告されました。プーチン大統領がその言葉をどのくらい真に受けたかについてはもちろんわからないわけですが、少なくとも本格的な侵攻その初期において、ベラルーシ領からウクライナの首都キーウを目指した軍隊は数日でウクライナの首都キーウは落ちるということを前提としたかのような大行列を持って首都キーウに向かいました。この時ウクライナ軍に迎撃能力があまりなかったので、行列が40キロにもなりますよなんていう写真が出てきた時には、ロシア側がどのような目論見を持って進軍していたかを示していたものです。そしてゼレンスキー大統領が弱腰であっという間にロシアに屈するだろうという予測も、少なくとも戦前の評価としてはそうなるかもしれないという可能性があったわけなので、あながち全くの間違いだったとも言えません。しかし現実においては、ウクライナのゼレンスキー大統領は欧米諸国から亡命政権を作るんだったら受け入れますよみたいな話については、それらを全て蹴った上で首都キーウに残り、そしてロシア軍に対する抵抗を国民に呼びかけました。このあたりは戦争になったからこそ彼が覚醒した部分があり、事前にはわからない部分だったでしょう。そして現実問題として首都キーウ攻略戦は失敗し、また第2の都市ハルキウ包囲戦もまた頓挫したことから、東部戦線南部戦線での戦いが長期化し、現在の局面へと移ってきているわけです。ですから短期に戦争が終わると報告していた人物たちは静かにご退場を願うといった面も今回の人事には現れているわけです。ショイグ国防相完全な解任ではなく、安全保障会議の書記へと移ったというのは、少なくとも彼自身はプーチン大統領に反抗の意思がないという評価をしたのでしょう。しかし彼の側近を
更迭したというのは同時に、ショイグ氏の影響力や国民からの支持といったものが高まることを避ける意味で、独裁者としての防衛反応が働いたとみられます。このあたりは実際どうなのか、プーチン大統領の心の内はあくまでも分かりませんが、きっとそうだろうという予測です。さて、そのようにロシアが超長期的な戦争継続に向けての人事刷新を行おうとしている一方において、現場においても少し変化が現れています。これはウクライナ軍にとって朗報なのですが、アメリカの軍事支援物資が一部東部戦線に届き始めたという報告が出ています。まず最初に届いたのが通常砲弾に加えてクラスター砲弾です。東部戦線においてロシア軍がかなり装甲車両を用いず、ゴルフカートやもしくはバイク突撃といったものも見られることから、とにかく歩兵で押しまくるという場面がここのところ続いています。それに対してクラスター砲弾も含めた砲弾の支援はこれから東部戦線の安定化にかなり寄与するはずです。とにかく前線を支えるには物量が必要で、その物量面においてはどうしてもアメリカ頼みというのが現実です。アメリカが継続的に大きな物量支援を続ければ、ロシア軍がウクライナの国を滅亡させるほどの大勝利を得ることはできないと私は考えています。しかしそのようなアメリカの支援が続かないと考えているからこその長期の侵略戦争ができる体制づくりといったものを目指したプーチン大統領であり、どちらの方が現実になるかはこれからの展開にもかかっています。というわけで今回の動画はここまで。ロシアの人事異動から見るロシアの国家方針、侵略戦争のより長期的な展開を見据えた人事刷新。残念ながら戦争は早期に終わる気配は全くありません。私たちもそのことを前提として、今世紀はより戦争が身近になったのだと、日本のことを振り返ってみる必要があるでしょう。それでは動画最後までご視聴いただきありがとうございました。チャンネル登録していない方はぜひともチャンネル登録していってください。そして動画を見よったら評価ボタンのクリックとあなたの感想、コメントをよろしくお願いします。それでは次の動画でまたお目にかかりましょう。またね。